はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。今回は楽ちんマスタリングソフトを比較してみようということで、IK マルチメディアさんのラーセンマスタリングコンソールとアイソトープのオゾン9を比較してみたいと思います。では、行ってみましょう。はい。では、IK マルチメディアのラーセンマスタリングコンソールの方から見ていきましょう。これはですね、ギャビン・ラーセンというマスタリングエンジニアの方の作業を一つのプラグインにまとめたものになります。操作の仕方なんですけれども、イメージに合いそうなスタイルをこちらから選んでいきます。アメリカンルーズだったり、クラシカル、EDM といった感じで合いそうなジャンルのものを選んでいきます。で、ここで何が変わっているかを見るためには、こちらを押しますと、一つ一つの EQ だったり、コンプレッサーだったりのつながりが見えるんですけれども、こちらの方がですね、少し変わったりします。ですが、あまりいじれるところがなくてですね、いじれても、そうですね、スレッショルドを変えれたり、メイクアップゲインを少しいじれたりという程度かなと思います。でですね、あとはインプットゲインですね。こちらで音量のインプットの部分を調整します。そして、EQ はそれぞれの周波数ごとに 60Hz、120Hz、3kHz、6kHz、10kHz という感じで EQ は多少いじれます。で、この EQ バランスを保ったまんま、このプッシュノブでこれをさらにバランスを崩さずに上げていったり下げたりすることができます。それでですね、スタンドアローン版の方ですと、こちらの方で波形を見ながらそこにオートメーションを書いたりすることもできるんですが、こちらプラグインで DAW 内に立ち上げてますので、こちらの方は、DAW の中にオートメーションを書いてあげれば同じようなことができます。で、これは iOS 版もありますので、携帯だったりとか iPad でもマスタリングすることができますので、そういう意味ではいろいろな場所で音のチェックをするには非常に役に立つんではないでしょうか。はい。では次にアイソトープさんのオゾン9を見ていきましょう。最近すごく人気高いですね。非常に何年か前から話題にもなってるんですけれども、今回はオゾン9のアドバンス版を使っています。エレメント、スタンダード、アドバンスと3種類あるんですけれども、ぜひですね、アドバンスを手に入れるといろんなことができます。単体でプラグインを使うこともできますし、マスタリングを自動でやってもらうこともできてしまいます。オゾン9の方に含まれるエフェクトなんですけれども、こちらは非常にたくさん入ってます。ダイナミック EQ、ダイナミックス、コンプレッサーですね。イコライザー1、イコライザー2、エキサイター、ステレオイメージャー、ローエンドフォーカス、マスターリバランス、マッチ EQ、マキシマイザー、スペクタクルシェイパー、ヴィンテージコンプ、ヴィンテージ EQ、ヴィンテージリミッター、ヴィンテージテープと、こう見ただけでもものすごいエフェクトが入ってますよね。で、これがアドバンス版の場合は単体エフェクトとしてトラックの方でも使えますので、非常に使い勝手がいいかなと思います。で、マスタリングの項目ではそこまでこれを全部使うようなことはないかと思うんですけれども、それでも一つ一つのですねエフェクトがものすごく高いレベルで出来上がっています。で、しかもものすごく多機能です。で、ものすごい多機能なんですけれども、結局それが使えなくても AI がやってくれてしまうというところがオゾン9の強みじゃないでしょうか。ですので、マスタリングに何を使っていいのかとか、EQ の使い方が今一つわからないとかあったとしても、ある程度の部分に関しては AI の方が提案をしてくれます。で、そこから多少いじってあげるというのがオゾン9の使い方かなと思います。では具体的に使い方を見ていきましょう。今回は一番簡単なもう AI 任せのやり方をやりますので、それを見ててください。まずですね、2ミックスを用意しました。僕のオリジナル曲のヘブンズスカイという曲なんですけれども、2ミックスの方であまり音量を上げずにミックスしてあります。で、これにオゾン9でマスターを作る時のやり方としては、一番簡単なのはマスターアシスタントというもの。ここですね。このボタンを押しますすると、どうしますかみたいなのを聞かれますので、モダンとヴィンテージ、これで使うモジュールを切り替えます。モダンが比較的あまり音を変えずにそのまんまマスタリングしてくれるタイプ。
ヴィンテージは色付けが結構されますので、これは好みでどちらを選ぶかというところですね。で、ラウドネスと EQ のこの2番。マニュアルは、ここでインテンシティをロー、ミディアム、ハイと、設定することによって、音圧が変わってくるみたいな部分ですね。で、リファレンスを選んだ場合は、何か元になる音源、CD だったりとかから取り込んだものに対して合わせる形になります。今回はマニュアルで、音量ミックス自体が結構ちっちゃめにしましたので、ハイにしておきます。そして、デスティネーション、これがですね、ストリーミング、ネットで配信するとき用と CD を作るとき用みたいな感じですね。で、CD の方は、マイナス 0.3 デシベルを狙います。で、ストリーミングの方は、YouTube とかの基準のマイナス1デシベルになるように、設定されています。で、今回はYouTube ですし、一応こちらストリーミングを選んでおきます。で、どうするかっていうと、一番音量の大きそうなところを頭出ししておいて、で、NEXT ボタンを押します。で、そしてその音源を再生すると。そうすると AI が音を読み取ってくれて、自動で設定してくれます。でですね、これちょっと今かけてみたいと思うんですが、途中でちょっと音量が一度上がりますので、少し、ヘッドホンなどで聞いてらっしゃる方、音量に気をつけてください。では、行ってみますね。はい、解析が終わりました。どういうことがなされたかというと、まず最初に EQ で、この辺をブーストカットすればいいんじゃないかなっていうのを AI 君が提案してくれます。この感じですと、ほんの少し、そうですね、200Hz ぐらいですかね、から下あたりが少し削られてます。で、200Hz ぐらいから上ですね、がなだらかに、3キロ過ぎぐらいまでがブーストされてます。で、3キロ過ぎから先が少し削られてます。で、割と、ブーストしてるように見えるんですけど、実際のところですね、1.1 デシぐらいですね。で、削ってるとこも1デシぐらいですので、見た目よりも意外と削ったり、ブーストはしてない状態です。その後にですね、ダイナミックスが見えてるんですけど、これは今入ってない状態ですね。これを押さないと入らない状態です。ですので、これは入れても入れなくてもいいですよみたいな感じですかね。で、その後入ってるのがダイナミック EQ。こちらは、スレッショルドを設定して、その値によって、EQ がかかったりかかんなかったりするイコライザーですね。が、こちらにあります。で、最後にマキシマイザーで、音圧を稼ぐという感じですね。こちらが、モードがいろいろありまして、一応、AI の方からの提案としては IRC4 のところでクラシックがいいんじゃないですかという感じになります。これ好みでいろいろ自分でも変えれますので、変えてみて一番好みのやつを選んでもいいかなと思います。で、アウトセリングが今 YouTube に合わせたマイナス1デシベルになってます。で、どのくらいリミットするかというスレッショルドの値ですね。でですね、このゾン9の非常に優れているところはこのゲインマッチ機能がついてます。これを入れておくと、今 AI が提案したマスタリングの EQ だったりダイナミック EQ、マキシマイザー、かかった状態とかかってない状態が同じ音量で聞くことができます。そうすると違いがより分かります。どうしても音量が大きくなると、よく聞こえてしまうという効果がありますので、もしこれを入れずに聞くと、当然最後マキシマイザーがかかってますので、こちらの方が音量が大きくなってますので、よく聞こえてしまう。で、バイパスするとしょぼく聞こえてしまうというのがありますので、これをゲインマッチを入れてあげることで、バイパスとエフェクトがかかった音が同じ音量で聞くことができます。
た先ほどは、リファレンスの音源は選ばなかったんですけども、もしリファレンスを選んで、何か元にする音源を入れた場合はですね、ここのリファレンススイッチで実際にリファレンスに使った音源と自分の曲というのを、交互に聴き比べることもできます。それで個々のエフェクトなんですけれども、だいたいですね、ステレオでかけたりミッドサイドでかけたり、あとですねレフトとライトをパラレルで設定したりということもできます。レフトライトに関してはちょっとものによるんですけれども、だいたいステレオとミッドサイドは使えるかなという感じになってます。でそれぞれを例えばサイドだけの、当然設定をしてそこだけを聞くということもできます。今回はできるだけ簡単にマスタリングをしようというお話ですので、なるべくもうこのまんま AI の提案を受け入れつつ、音量だけ多少調整するみたいな感じにしたいと思います。ではですね、実際に今マスタリングできましたので、ちょっと聞き比べてみたいと思います。まずは先に何もかかっていない、マスタリング系のエフェクトが何もかかっていない、2ミックスの状態ですね。こちらを聞いてみてください。こちらはですね、ピークの方が言ってもマイナス 7.5 ぐらいですかねとかになってると思います。ですのでそんなに音量的には大きくないです。ちょっと、ギターソロの部分から聞いてみてください。はい。では、ラーセンマスタリングコンソールがかかっている音を聞きたいと思うんですが、今ですね、スタイルはポップロックを選んでいます。そして、チューブイコライザー、ソリッドステートイコライザー、チューブリミッター2、ソリッドステートディエッサー、ソリッドステートコンプレッサーというのがかかっています。いじれるところはスレッショルドとメイクアップゲイン。あとこちらの EQ。で、あとインプットドライブといったところしかないですので、あまりいじるところもないので、このまんまという感じですね。で、インプットだけラーセンの提案よりも少し上げています。4デシ突っ込んでる感じですね。で、プッシュの方は全然上げてないです。では行きたいと思うんですけれども、音量が上がりますので、少し気をつけてください。ヘッドホンで聞いてる方などは、特に音量気をつけてください。でですね、一応ですね、RMSのメーターの方がだいたいマイナス 11.8 ぐらいになるように、設定をしています。では、いきます。はい、といった感じになります。ラセンの方はですね、最大ピークの方が0デシは超えないんですけれども、綺麗にマイナス1デシベルに合わせることができませんので、その辺はちょっとご了承ください。では、オゾン9の方行ってみましょ
はい。では、オゾン9の音を聞いてみてください。はい、こちらは綺麗に RMS 値がマイナス 11.8 で、最大ピークもマイナス1デシベルという感じで決まってますね。で、ラウドネスのメーターの方で見てもトゥルーピークマイナス1ですね。メモリーマックスがマイナス 14.9 ですかね。こちらね、結構きっちりとの最大値なんかも設定してくれます。はい。では、今、オートメーション書きましたので、ラーセンとオゾン9ですね。これを同じ部分を再生します。同じところを再生して、どう音が変わっているかというのを聞いてみてください。では、まずラーセンからいきます。はい、いかがだったでしょうか。それぞれのね、音の傾向が伝わればいいなと思います。この2つはですね、本当にお任せでマスタリングをしてくれるプラグインということになります。なるべくですね、曲を作ったりですね、レコーディングしたりすることに時間をかけて、最後の、マスタリングに関してはあまり時間をかけられないっていう時なんかにはすごく便利じゃないかなと思います。ではですね、せっかくですので、おまけとしてですね、違うプラグインを使ったマスタリングのパターンも少しだけ追加しておきたいと思います。はい。では、おまけとしてですね、別のプラグインを使ってマスタリングしてみたいと思います。まず使うのは T-Lax Suite といって、T-Lax のプラグインを使って、チャンネルストリップ的にですね、いろいろ組み合わせて使えるというものです。でこちらで、プリセットも用意されてますので、これで今選んでいるのがフィニッシュドマスターというマスタリングのプリセットになります。で、ほんの少しだけ手は加えてあるんですけど、ほぼほぼプリセットに近い感じをそのまま使ってます。で、選ばれたのが、クラシックコンプですね。そしてクアドリミッター、マルチバンドのリミッターになります。そしてクラシック EQ で、最後にブリックウォールリミッターですね。一応アウトプットセリングはマイナス1デシベルで、5デシほどインプットを突っ込んでいる状態にしてあります。はい。あとですね、もう一パターンおまけとして、パルサーミューのコンプリミッター、僕の動画でもお気に入りでよく出てくるんですけれども、こちらとウェーブスの L1 を使って、最終的に音量が超えないようにですね、調整したものですね。これをもう一つパターンとして付け加えたいと思います。はい。ではですね、先ほどと同じように、
同じ部分のフレーズをそれぞれ再生したいと思います。まずは最初にラーセンマスタリングコンソールの音、次がオゾン9の音、その次が T-Lux スイートの、で最後パルサーミューと Waves の L1 の組み合わせの音となりますので、ぜひ聴いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。やはりですね、2ミックスの段階でしっかりとバランスをとって音量を上げすぎずに最後のマスタリングの余白を残しておくっていうことが大事なんじゃないかなと思って、普段できるだけそれを心がけてミックスをしているつもりなんですが、なかなかうまくいかないことも多いですね。動画を見ていただいている方と一緒にうまくなれればいいと思ってるんですが、ぜひですね、僕の動画が皆さんの参考になれば幸いです。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますので、また次回の動画を楽しみにしていてください。では今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。